今日は紹介したい人っていうところで、元 WBC アジアヘビー級チャンピオンの、日高里夫さんに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。彼とはもう25年ぐらい前から知り合いで、現役で、拠点は、欧米、アメリカ、中心に活動している選手です。で、今日は、店の方に来ていただいたので、いろいろ聞いてみたいと思います。今、現在、プロボクサーとしても当然現役で、はい、この間も、試合して、はい、KO 勝ちしてたけど、今までキお疲れ様でャリアっていうか、いつぐらいからボクサーとしてボクサーとしては25で始めて、一時期日本に帰ってきて活動してたけど、やっぱり選手も少ないしっていうので、やっぱり海外でもう一回出て、でそれをだからアジアチャンピオンになってからってことだよね。アジアチャンピオンになってからは、アメリカに移住して、移住して次のタイトル狙いたいっていうので、日本じゃなくてアメリカでやりたいんだっていうところが、お互い昔から知ってるから、そう自分もやっぱりアメリカに挑戦する方を仕事にしてるから、仕事にしてるというかよくそれをしてるから、そうですよね、そこを共感するっていうかさ、行ってどうなるか分からへんし、ただ行かな始まらへんから、行くでしょ。そうですね。自分だって初めて行った時も、どうなるか分からへんけど行かな何も生まれへんと思って挑戦したし。あ、そうなんですね。すごい。そういうのがね、で今のリオ見とってもよくそれをだから継続してる、モチベーションを維持するって難しいことやと思うし、それができてるっていうのがね、やっぱ一つ魅力かなっていうのが。いや、応援していただいてるおかげさまです。本当に。ちょうど2017年に初めてだから自分がここの店やってアメリカに挑戦した時、カスタムショー何個かで自分も2ヶ月ぐらいアメリカに滞在してて。あ、そうなったんですか。そうへえ。でグランドナショナルロードスターショー、アメリカのホットロッドショーに参加した時にリオがちょうどアメリカにいて来てくれたよね。はい言いましたね。あの時のバイクがこれだよ。これね。そう覚えてますよ。あれはやっぱ嬉しかったよね。昔から知ってる人がこのアメリカに住んでてでそこで近くないけど車飛ばして来てくれて会いに来てくれるっていうのがすっげえ覚えてるからね。覚えてます。で旅行じゃないやん、住んでて、ボクサーとして生きてるわけやから、うわーってあの時の嬉しさはやっぱすげえ忘れられへんし。あ、ほんまっすか。であれからだってもうな年数も経ってるけど、今もなお現役としてアメリカで活動してるわけだから、これはすごいことやな。いや、もういつも応援してくれてるんで、頑張ってます。本当に今YouTuber のボクサーとしても活動してるし、その辺もみんな見てもらいたいし、またリオ選手の違う一面も見れるし、そういうとこもなんかぜひ応援してもらいたいとかだし、その辺概要欄に貼ってるから見ていただければと思います。で昔もう今はねバイク一旦止めてるけど乗ってないけど、バイク乗ってて、でそれでアメ村の小規模があって、そこで知り合ったりしてんねんけど、昔何乗ってたの？昔はエボからショベルに乗って、国産も乗ってたよね。国産も乗ってましたね。乗ってたけど、なんていうかな、セカンドバイクで乗ってたから、別にちょこっと出るぐらいの時はオフ車乗ったり。じゃあもうそこからハーレー乗ってた。もうハーレーが最初にハーレーです。でエボ乗ってショベル乗って、そうですね。そういう期間をね見てるし、バイク乗ってる姿をこっちはもう出会ったのがそれやから。そうですね。その当時が入ってるから、だからねまた乗る時も来るやろうし、乗りたいですね。本当にその時はねなんか楽しく一緒に走れたらなと。ぜひお願いします。でまさこに作ってもらいたいんで、それをね早くチャンピオンになってから現役中はバイク降りろってやっぱ言われて、一回こけたらそれだけでも練習できなくなるし、で当時ちょうど世界チャンピオンがバイク事故で亡くなって、そんなんもちょくちょくはあるから、バイクはほんでその時も若かったから、あの時乗らんでよかったなと思ってて、やっぱりちょっと極乗りじゃないけどちょっとバッと飛ばしたり、そんな速度違反とかじゃなくて急発進、急なんていうんですか、急ブレーキとかっていう乗り方も好きやったから、多分あの当時に今の乗ったらどっかで事故ってるかもしれないし、
そのちょっとまあ年齢的にも落ち着いたぐらいにもゆっくりでええわっていうぐらいの年になってきたから、そうやな、はい、確かに確かに、はい、もうここ2年チャンピオンになって、はい、乗りたいと思います。いや、それは待ってます。この間、久しぶりの KO 勝利して、次の対戦の相手とか、そういうスケジュール的なものは決まってるか？はい、決まってます。3月、まあ変更あると思うんですけど、今回の試合も4回変更あって、日にちの会場の変更まで当日にあって、海外はそうなんで変更あると思うんですけど、3月ぐらいに次はちょっと向こうの有名な選手とやれるかもしれなくて、場所が勝って場所が分かんないんですよ。未定なんですよ。はい。南米の方とはなってるんですけど、オセアニアとヨーロッパからの話もあって、で海外は本当にキャンセル多いじゃないですか。だからとにかくちょっとアンテナ張って、どこができるかっていうでチャンスがありそうなところ全部アンテナ張って、全部話振られたやつ食いついて、でそこでもうやっていくっていうあれしかないんで、もうやっぱそれリオ自身がこうアンテナ張って見とかないとあかん。そうですね。自分もあとチームもでやってますね。なんかすごいね。フリーのそれも仕方がない。でも海外ではもうそう普通なんですよ。ほんま。はい。やっぱりそう試合できてるやつはどういう人かというと、自分でいろんなやつにこう声かけてる人とかがやっぱできてるんですよ。自分は一回そのアメリカ滞在中にできなかったのは、一人のマネージャーにお願いしてたんですよ。でそのマネージャーとのやり取りで、まあこの人の元で勝ちたいっていうのがあったんで、他に行かんかったっていうのもあるんですけど、でも結局そこで試合が流れてキャンセルがあったんでダメだと。目的は試合しに行ってんのに試合できなあかんっていうので、ちょっと自分からも声かけたっていうのが始まりで。そういうこと経験してるからそうなるよね。なるほど。次の戦いっていうのもね、勝利を期待するし、何よりも怪我やね。怪我してしまったらやっぱどうしてもね、なんか殴りってしまうし、そこはちょっと気をつけて、応援してる人いっぱいいるからね。ありがとうございます。期待してます。ありがとうございます。絶対当たります。で、久しぶりにこのバイク見たでしょ？久しぶりにちょっとまた買ってみません？マジっすか？ちょっとどんな感じか。いいですか？全然の。ありがとうございます。うわ、どんなんなんやろ。で、普通さ、やっぱこうしばらく乗ってないけど、普通言われたらこっちからまたがる人多いやん。そうじゃあやっぱ左から行くやん。そうちゃうんすか？いや、分かってない人やわ。いいっすかってこうなる人も多い。へえ。乗ってきてる人は分かってるから、左から行こうです。乗ってきてる人なんですか？一応。よかった。よかった。よかった、こっちから行けへんがって。新鮮やろ、この長いバイク。いや、めっちゃ新鮮っす。渋っ。これでだって20インチあるからね。20インチもあるんですか、これ。ノーマルよりそれだけ長いんだから。ただ、リオぐらいの体やと似合うねん、絶対。マジっすか？そうやん。ちっちゃいバイクより。これこっちもあるんですか？そうか。パンか。これブレーキやねん。これがブレーキ？後ろにつながってる。すげえ。こっちをつけずにそっちでブレーキするっていう。で、これは普通にアクセル。前のブレーキじゃなくて？これがワイヤー出てるやろ？これが後ろに通して、後ろに2つつけてて、それの1個が作動する。これとこれ。こっちは足な、フットブレーキ。そういうギミックが入ってんね。すごいな。初めて見たっす、これ。そうやんな。これはやっぱあの時も賞を持っていた時も会場でみんながびっくりしたのでし。これ何って。そう。なんでここになんかワイヤー出てんねんとか、なんで後ろにこのブレーキなんやみたいなので、実は左グリップ回すねんって話したり。そうなん。まあこのサイズでやっぱリオがまたがると似合うわな。ほんまっすか？ほんま。ガタイのええ人は日本人でおらんからさ、なかなか。ほんまっすか？おらんやん、やっぱ俺らのそういうのどんどん太っていくだけやからさ。ほんま。でも正雄君が乗っても小さく見えますもんね。正雄君でかいから。これいいやん。これさ、リオエンジンかけてみよう。これセルやから。セルなんですか？そう。これは？これショベルで、ショベルで、これがスイッチやから。スイッチ回してセル回る。前に回すとオン、セル。で、一回またがって、
セルボタンじゃない。スキーに仕組まれてるかそうなんや。ら、オンで、これオンな。もう一個回すとセルが。セル。ちょっとやってみる。いいですか？もうこのまま。またがっていい？またがってから。またがって、またがって、で、せな。で、これでセル。はあ、かっこいい。そのまんまで前に回す。前に回して、もう一回。びっくりした。びっくりした。オープン。油知らんかった。気をつけて、気をつけて。回し直感。かっこいい。渋い。いやー。これ。分かれへん。これまだ日本登録してないの。あかんって。あかんか。この鼓動が久しぶりじゃない？いいっすね。うわ、マジか。ありがとうございます。これで OK です。OK。いや、せっかく来たからね、なんか久しぶりにこのハーレーの鼓動を味わってほしい。いや、ありがとうございます。うわー、でもびっくりした。めっちゃ音でかい。でかい。日本におってこの音はないよね。ナイス。やっぱいいっすね。このショートのマフラー。そうやな。で、直感はこれやね。直感。からな。これは1380の。そうですね、1300。1300。うん。でかいな。まあね、リオだってショベル乗ってたからね。そうですね。いやー、渋いな。これ何スタイルって言うんでしたっけ？これ何スタイルでも、フリスクとは言わないし、まあチョッパー、どっちかでしょうか。かっこいいな。いやいや、一回ここでこう体験さしとって、さあチャンピオンになった時にハーレー乗るぞっていうね。なるほどです。やっぱでもいろんな本当チョッパーがあるから、かっこいいですね。まただからね、新しい車両を作ってアメリカにね持っていくんですか？あ、そうなんですか。そこタイミングがあってな、またそこで向こうで会えたら最高やしね。そうですね。いや、俺だってアメリカとか海外でリオの試合見たいっていうのは、そこに誰か日本人の人が来てたらまだそれも面白いしさ、会場で全然ちゃいますもんね、日本と。そう、空気がちゃうしな、雰囲気が会場の。この間のだって試合もさ、会場のすごかったやん。うわ、何これと。すごかったですね。最初自分がリングインしてコールする時、嫁さんだけやったもんね。リオって言ってるの。嫁さんだけやって、でも気ぃついたらもうなんか、あれなんか僕名前呼ばれてて、あれみたいな。で途中で名前呼ばれてると思ったんですよ。やりながら試合しながら。よっしゃ、名前呼ばれてだんだんこうテンション上がってきて、よっしゃと思ったら寿司ってやつはマジでもう誰か寿司言ったな今みたいな。わかんねえよ。聞こえたんです。自分がまあ何回かダウン取って、最初にダウン取った時にうわっと声出たし、攻撃避けたり当てたりしたらまたうわっと出たし。それアウェーやけどそうなるって。で向こうが僕すごいと思うのが、スポーツ選手に対するこの尊敬の気持ちめっちゃあるんですよ。だから試合とか、まあ、これまで海外でいっぱいやってきて、日本はあんまないんですけど、海外行くともう写真攻めなんですよ。よかったよかったって言って、で今回も試合コールされた時に嫁さんだけの声やったんですね。いいよって。でやったんですけど、レフリーが僕はボディで倒してで10カウントになって、レフリーがこうやってやった瞬間うわーなったんですよ。会場の人が iPhone で撮ったやつも音割れするぐらいなってて、かなりやな。もうそれはもうめっちゃもう気持ちよかったですね。でその対戦相手が人気選手やったんですよ。もう歓声すごくて、で向こうの試合中でもバーッと向こうの声が鳴ってたんですけど、向こうって本当にいい試合したらもうそれがこっちに寄ってきてくれるんですよね。対戦相手のファンでも。
それがあった体験うわいいな。で良かったですね。うまいなはい。それがそう日本と違う。うんまあ日本もありますけどね。うんその対戦相手に尊敬しての気持ちっていうのはあるんですけど、海外はもっとなんかまたちょっと違う感じで。いやいいね。こうやって聞いたらなんかリアルな感じですごいいけるから、はい。海外でやるっていうのがなんかそれ味わうとはい。確かにいいねっていう。はい。自分のこと知らんのに、もう飛んで喜んでくれるんで、はい。それは、はい、日本と海外の違い。うまいな。はい。はいはいはい。もっと沸かせれるようにせやな頑張りますので。はい。 KO で。はい。KO じゃなくてもいいけど、もうなんせ勝利やね。はい。勝利に植えてるやろうし。いや、もうそうですね。もう、はい。この間勝ったんで、いい勝ち方したから、次はもっといい勝ち方したいって思ってます。いや、もうこれはもう応援していくんで、できることはね、しっかり応援して、また、ね、うちのチャンネル見てくれてる人も、日高理央選手を、応援していただけたらと思います。お願いします。今日はありがとうございました。ごちそうさまありがとうございました。はい。ありがとうございました。Somebody loves, who is it profit after all?